絶縁されててインフなんで、はい。という形で、電気は通らないっていうはい。風になってますね。でね、一つ注意点なんですけども、14タイプもいけるということで、これはこれ1個で大体対応できますね。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日なんですけども、はいこれです。こいつはね、ビーハ。ビーハ。ビーハ。ちょっと読み方が難しいんですけど、いドイツの絶縁工具ということで、あややん絶縁のドライバー使ったりすることって、いやー、持ってないですし、使ったことは2、3回程度ですね。正直日本ではね職種が限られてくると思うんですけど、こちらのドイツでは、電圧が400ボルトとか日本より基本が高いみたいなんで、すごい人気だということで、今回はこの B 波の、日本の正規代理店の方から動画紹介依頼をいただいたんで、ちょっといろいろ触ってみましょう。はい。じゃあまずこれからいきましょうか。それがですね、絶縁スリムバリオ差し替え式ドライバーマガジンポケットマックス。これあれですね、この後ろに入ってるんですね、ビットが。そうなんですよ。おお、4本入ってる。収納もできるということで、123.5SLPZ2。多分1がこのプラスで、2がこのプラス、3.5 がマイナスで、さっきのやつがこれですね。SLP かな。 SL って何やろ。多分形的に端子とかで使ってるこのプラマイビス回す用の専用のビットっぽいですね。普通のこのプラスのビットと違って分かるかな、1個だけ羽が出てるんで。確かにこいつちょっとじゃあ締めやすさの検証とかしてみます。ちょっと回してみましょうか。要するにブレーカーとかでよく見られる横にビットマイナスが切られてるというか、こういうやつのことですね。それは2番ですか、ただの。そうですね、これ2番のはいおなじみのやつですね、全部三角形になったやつ見えるかな。はい、大丈夫です。こういう感じで外す時に結構なトルク占めてて、押し付けて回すんですけどずるっと滑ったとかがあるんで、そういう時やっぱマイナスでいくじゃないですか、でマイナスだと平1本2点だけなんで、そこにプラスアルファこのプラスのもう2枚が足されると力が4つに分散するんかなっていう感じなんですけど、これがマイナスの方にしか入らないからそのさせる角度が決まっちゃってると思うんですけど、プラスなんでそんなに気にしなくてもフラットの方がマイナスのところに刺さるように刺して回す。でそうじゃなかったらこう入らないんで、入るけどかかりが浅いかな。でもやっぱ食いつきいいっすねこれ。マイナスがやっぱ1本ついてる分は。端子台とかね、細い結構ポロって落ちたりするじゃないですか。そうですね、そういう時にいいのかもしれないですね。機器とかの入れ替えになるとやっぱ古いやつまだ使ったりとかすることあると思うんで、そういう時に傷みにくいっていうのはあるかもしれないですね。が傷んでるやつも回しやすいっていうのはあると思います。これの特徴としてはやっぱりこれですね。ビットを内蔵しながらポケとかに入れれそうですね。手の大きさぐらいしかないんで、胸ポケに十分入りますね。例えばブレーカー落として、で虹側だけ外さないといけないみたいな、それだけの作業の時なんかこれ1本持ってったら十分ですよね。で一応これ本体もこのビットも絶縁仕様になってると。この黒いとこは絶縁じゃない。ここは金属ですね。テスト当ててみましょうか。導通見てみましょうか。持ってきますわ。そしたら、絶縁と僕ら言いましたけど、言葉で言ってもねはあはあっていうことだと思うんで、検証してみてほしいんですよ。一番単純なところで導通テスターで見てみようかなと思います。なので電気が流れるとこうやってブザーが鳴るっていう、一番単純なやつですよね。つながってるよってことですね、金属が。そうですね。まず先に、いつものオーソドックスなこのドライバー、これ貫通ドライバーなんで、先端からここまでが全部金属でつながってるってやつなんで、当てたら鳴るはずなんですよ。こういう状態に。ってことは、基本的に合戦で作業することはまずダメなんですけど、万が一ねやっぱりあるじゃないですか。ありますね。誰か遠い板を間違えて上げてしまったとか、でこれやったらビリビリっと自分の体にきますね。これはね。その電圧が高ければやけどとかになっちゃうってことですね。でこれが先ほどの B 波の方の 1000V、絶縁性のあるビットなんですけど、当然この先端の黒いところは金属なので、ここからここはなりますよと。でここの赤い部分がこれ絶縁材でコーティングされてるんで当ててもならない。でなおかつこのグリップも絶縁体なので、言ってしまえば先端から手の握ったところまでまず1回ビットで絶縁されて、で次グリップで絶縁され、二重で絶縁される状態になってるんで、かなりの絶縁性能があるんじゃないかなと思いますね。絶縁性能ちょっと見てみようと思うんで、
125V でちょっとメガをかけてみようと思います。はい、普通のこのドライバー、はい、先端から貫通の方までは当然抵抗がないってことですね。抵抗ないんでゼロになるんで、あとこのグリップゴムなんで、一応絶縁体なんですけど、こいつが絶縁性能どんだけあるかっていうのは耐圧されてるものではないんで、どこまで耐えれるかっていう話はあると思うんですよ。多分ねこのメガ程度だと絶縁破壊を起こさないと思うんですけど、安心して使えるかどうかって言われると、やっぱり検証されてるものではないんで、そういう使い方しない方がいいんじゃないかなと思いますね。で当然こっちの絶縁の方のビットは絶縁のね被覆の厚みを見れるように削ってくれてあるんですよ。で今この真ん中軸見えてますけど、厚み的にこんだけは分厚いですね。あるんで、かなりの絶縁の被覆ですね。ちょっとカッターナイフがピロッとなったぐらいではめくれそうにはない厚さですね。真ん中のこの軸のとこには当てると、当然ゼロオームなんですけど、ただこの絶縁材のとこに当てるとやっぱ絶縁されててインフなんで、という形で電気が通らないっていう風になってますね。でね、一つ注意点なんですけども、やっぱねこのビット今良かったからこのビットだけ買おうかなという人ね多分現れるかもしれないんですよね。ちょっと注意点お願いします。はい、これちょっと規格が違いまして、多分使い間違いなのか、もしくはその国の都合なのか分かんないんですけど、この六角軸なってるんですけど、こっち日本のもので、こっちが今ビーファのドイツのやつなんですけど、ちょっとこっちがね先端ついてるか分かりにくいと思うんですけど、こっち六角が6ミリなんですよ。で日本のよく僕が使うやつ 6.35 なんで、ちょっと細いんですよねこっちがね。だから差し込み口六角になってるんですけど、純正品はちゃんと刺さるんですが、普段僕らが使ってるやつはもう入らないんですよね。やっぱ 0.35 太いんで、逆にこの絶縁のビットを、ちょっとこれインパクトなんですけど、普通のドライバーグリップと仮定して差し込んだ時に入らなくはないんですけど、こんだけガタがあるんですよね。グズグズなんで、多分作業中ポロッと落ちたりとか、力かけた時にここで噛み込んだりとかがあると思うんで、ここの互換性がないっていうのは注意点。こっちの A だけ買おうとか、こっちのビットだけ買おうっていうのはやめといた方がいいと。そういうことですね。で一応こちらなんですけども、ドイツの絶縁規格っていうのは認証されるのが難易度が高いらしいんですけど、それにも通ってるということで、世界共通規格としての ISO 絶縁規格の IEC60900 認証プラスドイツの絶縁規格 VDE 認証ということです。最高水準の安全性がありますと。次のがねまたすごいんですよ。これですわ。開けてますよ。おしゃれ。これはね完全絶縁の充電ドライバーということでね、日本国内に同等機能の競合はなし。開けますね。このタイプ。なるほど。でこういう箱ももちろんついてるんですけど、ここ何入れんねんって思った方おると思うんですけど、ウィーハのソケットセットみたいな箱があるみたいなんですよ。別売りなんですけどね、買ったらちょうど入るということで。そしたらもうこの箱1個に全部がまとまるっていうことですね。そうです。おお、すごい。でそこまでのいらない方はこの辺になんかね端子入れたりとか、そういう空きスペースとして使ってもいいんじゃないかなと思います。これまずね僕パッと気づいたんですけど、充電器があるんですね。なんか日本の、僕らよく見たことあるやつって本体に USB 挿して本体ごと充電じゃないですか。これ充電器があるってことは作業中バッテリーが変えれるっていうことになるのかな。そうなんです。ここにね、こういう感じで入れ替えれるんですね。標準でもう2本ついてますんで。なるほどね。かなり酷に作業する方は追加で買っといたらねいけるんかな。なるほど。使い方がここか。分かりやすいですねこれ。回したい方向にこのレバーっていうかグリップを、右回しちゃって右にひねれば。そうなんですよ。こういう感じですね。で左は左。このねライトもかなり明るいと思うんですよ。停電作業とかやったらこんなビスとかも見えないと思うんで、どんなぐらいになるんか今見てもらってる通り真っ暗です。どうぞ。おお、こういう感じで明るいね。ビスも見えるね。何秒ぐらいですかね。1235678 9、10秒弱ぐらい点灯してくれるということで、この機能いいですね。バンとかでだいたい暗いところにあるから、そうですね。その中探す時にいちいちペンライト出すよりはこれでちょっと照らしながら見たりとか、こう端子台のビスの位置探す時に最初にやっぱこうやって照らして狙い定めてかましたくなると思うんで。
普段僕が使ってるペンドラとかより全然明るいですね。でこれあれなんですね、回転数変えれるんですね、ここでね。トルク数ですね。なるほど。こっちがトルク強い方で、こっちがローの方ですね。そうですね。回転数は一緒なんですね。ローの方、0.4 で、このマックスの方で 1.0 ニュートンメートルですね。だからだいたい 1.0 やったら M3 から M4 いかないぐらいの太さかな。こちらの代理店さんがおっしゃってたのは、もう最後手締めするのがいいと思うんで、もうこれではそこそこのビスを痛めつけない程度のトルクで調整されてるらしいです。これもビットが端子台タイプがついてるんですね。はい。せっかくなんで端子ばらしたりしてみましょうか。ちょっとばらしてみましょうか。スピード。これ今トルク強い方ですね。はい。スピードですね。そうですね。扱いやすいスピードですよ。横がバレた。こいつ山が若干潰れかけてるやつがいるんですよ。それにはやっぱうまくビットが入っていかないですね。正規の潰れてないやつにやったらフィットがいいんで、潰れてるタイプはマイナスのビット変えるか今までのプラスのビットに変えたら全然いけると思うんですけど、ちょっと弱点というかメリットとデメリットが混ざり合ってますね。そうですね。これがこのタイプのビットの特徴なんかなっていう感じですよね。ということで今日はB波社の絶縁ドライバーのレビューでした。先ほどやったのはこちらの電動タイプとこの収納ができるタイプなんですけど、他にもですね精密ドライバーですね、制御機器とかね精密じゃないとダメなとこあるんで、そこで使うようなドライバーで、これは特徴としてはこことここが分離されてるんで結構回しやすいのかなと思います。これ繊細な作業ね多いんでね、精密ドライバー使う時ってどうしても狭いとことかねで軽いしいいのかなと思います。こういうね僕ら多分ダルバードライバーという方が多いと思うんですけど、スタビドライバーというらしくて細いところにつけれるで、なおかつ絶縁。僕の要望としてはせっかくスタビやからここもうちょい短いのがあったらいいかなと思って提案したんですけど、いろいろ絶縁の関係で限界があるみたいで、今後検討するとは言ってました。なるほど。はい。でこれは普通のドライバーですね。言うたら差し替え式の手動がいいとかね、これに関してはさっきみたいな収納はついてないということです。これ結構ねインスタとかでもよう見ると思うんですよね。これもスタビダルマドライバーなんですけど、これに関しては絶縁ではありません。でも見た目がかっこいいし、これすごいのがここにビットがこんなにもマイナスとか六角とか X とかねプラスとか、ここの6プラス7ここにつけといて7がいけるということで、なかなかそのタイプでビット収納できるやつないですよね。これ両等ってことは6どころじゃないんか。それも全部ですか。これが2個ってことやね。123456714タイプもいけるということで、これ1個でだいたい対応できますね。これは1本持ってて損ないですね。ちょっと欲しいですね。これいいですね。僕らでもめっちゃ使いますね。多分なんですけどこの短いのも売ってると思うんですよ。別の例えば六角の南蛮だとかこういうヘックスとかね、なかなか使うこと僕らそんなにね業種によったらない人も多いと思うんで、使うのばっかり入れるとかね。ってことで今回は絶縁ドライバーということで、今回の動画では合線作業を進めてるわけではございません。注意点としまして基本的にはやっぱり停電作業してもらってあってはいけないんですけども、万が一間違えて電源が入った時とかに、こういうのを使っていれば完全に安心とは言えないですけど事故を減少させれるということで、高電圧とかね扱ってる電気屋さんは、ぜひこういうのもすでに使われてるかもしれないですけど検討してみてもいいんじゃないかなと思いました。やっぱり感電でね顔にやけどが残ったりとかすごい悲しい事故とかもいろいろ聞くんで、ちょっと皆さんにはそうなってほしくないし、僕らも電気工事ねちょっと慣れてきたというのがあってね、慣れからの油断で正直僕も短絡させたりとかすることもあります。これぐらいやったらいけるやろうっていうのが出てきちゃいますからね。そうなんですよ。そういうのも考えてこういうのを持っててもええのかなと今回改めて考えさせられました。商品の詳細などはまた詳しく概要欄にも URL 等で載せておきますんで、もう一度ね、安全な電気屋生活を送るために検討してみてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。